学生時代の嫌いな同級生から結婚式の招待状が届いたらどうしますか？しかもそれがマウント取るための策略なのが明らかだったとしたら？そんな罠にあえて乗ってみた話です。中学、高校と同級生だったサエから結婚式の招待状が届いた。私は当時の地元から離れていたし、サエとは仲が良かった覚えもないので参列するかどうか迷った。でも、どうしても確かめたいことがあったので、行くことにしたのだった。私はかの子、バツイチの33歳。10歳の娘、くるみと2人で暮らしている。今回結婚式に招待してくれたサエは、中学校の同級生。サエは資産家の一人娘で、小さい頃から自慢好きだった。たくさん習い事をしていたとか、親戚一同、皆有名大卒のエリートだとか。私は自慢を言いふらす人は苦手だったので、彼女とは常に距離をとっていた。サエも特に私を気にすることはなく、最初のうち私たちは名前を知っているだけのただの同級生だった。だが中2の夏、私が女子バレー部の部長になってから関わるようになった。仲良しになったのではなく、サエが私を敵視するという関係で。サエの好きな子が男子バレー部の部長になったからだ。同じ種目の部長同士となれば打ち合わせが頻繁にあった。私には恋愛感情なんて全くなかったが、二人は付き合ってる、なんて根も葉もない噂が広まったりした。サエはリーダー役を買って出る性格で、生徒会選挙にも名乗りを上げて会計に当選していた。会計担当の彼女は、各部の部長が集まる場には大抵出席していたが、何かというと女子バレー部をやり玉に挙げて部長の私を攻撃した。そんな時、男子バレー部長の子が私をかばうのも面白くなかったらしい。すれ違いざま。貧乏人のくせに、顔だけの女。などと私に聞こえるように悪口を言うようになった。私の親は普通のサラリーマンでいわゆる一般家庭だった。別に貧乏人ではない。顔に関しては人の好みはあると思うが、昔から褒められることが多かったのは確かだ。サエが一方的に絡んでくるのは鬱陶しかったが、中学までの付き合いだからと取り合わないことにした。バトルステージその1は戦わずして私の勝ち。後から振り返ればそういうことになるんだろう。エリートを自称していたサエは名門私立高校を受験すると聞いていた。公立志望の私と同じ高校に行くことは絶対ないだろうとその時は思っていた。しかしサエは高校受験に失敗し、私と同じ公立高校に入学した。彼女は自分のエリートっぷりを周りに言いふらしていたから、まさか公立高校に進むとは誰も思っていなかった。彼女自身、本命の有名私立に合格するつもりで、私立の滑り止めは受けていなかった。二次募集では彼女のお眼鏡にかなう私立校がなく、仕方なく担任の説得で願書を出していた県内ではレベルの高い公立校へ行くことにしたそうだ。そうして始まった高校生活で私とサエは同じクラスになってしまった。さらに悪いことに、サエが好きになった男の子が私に告白してきた。当時私は恋愛に興味がなかったので告白は断ったのだが、そのこともサエのプライドを傷つけたようだ。受験も恋愛もうまくいかず、ストレスが溜まっていたのか、彼女の地味な攻撃はエスカレートした。周囲の目を気にせず私に嫌味を言ったり、見下すような発言を繰り返した。とはいえ、暴力を振るわれたり、私物を隠されるといった実害はなかったので、私はひたすら無視を決め込んだ。そのうち彼女の方がとっつきにくい、性格が悪いと噂され、浮いた存在になっていった。バトルステージその2はまたしても私の勝ち。エリートなのに庶民に負けて2連敗。さぞ悔しかっただろうが、勝手に挑んできたのはサエだ。高校卒業後、サエは大学。私は専門学校へ進んで、ようやく彼女と離れることができた。その後、サエを見かけたのは、地元に里帰り出産した時の一度きり。数年前に開かれた中学の同窓会にもサエは参加していなかった。招待状の宛先になっている私の住所は同窓会の幹事にでも聞いたのだろうが、どうして私を結婚式へ呼んだのか理由が全くわからない。
とにかく私は気になっていることが確認できればいいかと開き直った気持ちでその日を迎えた。いよいよさえの結婚式当日、娘を実家の両親に預けて会場となるホテルへ向かった。受付を済ませて久しぶりに会う同級生たちと会話を楽しんでいると、新婦のさえが姿を現した。ミニスカート風のウェディングドレスは30歳を過ぎた彼女にはちょっと若作りに見える。気合バッチリのヘアセットやメイクでなんとか釣り合いをとっている。そんな印象だった。でもお祝いの席でそんなことを言うつもりはない。おめでとう。私たちは祝福の言葉で彼女を迎えた。彼女も幸せそうに笑っていたが、私と目が合った途端、その笑顔が固まった。はっけよーい、と行事の声がする。バトルステージその3の開始らしい。制限時間を残し、急な立ち合いから張り手をぶちかましてくるさえ。いや、そんなイメージだったが、実際にはこう言い放ったのである。かの子、あんたエリート同士の豪華な式なんて一生見ることないだろうから、せいぜい目に焼き付けなさいよ。それと、あんたは顔だけ要員なんだから、頭のレベルが低いってことがバレないようにおとなしくしててよね。ちょっとやめなよ、と止める友人の声も聞かず、さえは続いてぶちかましを決めてくる。そういえば聞いたわよ。あんたその年で捨てられたんでしょ。しかも子供もいるなんて。もう一生独身ね。おめでとう。徳俵に足のかかった私に浴びせ倒しを決めようとするさえ。さえの高笑いに友人たちの笑顔も一変し、その場の空気は凍りついた。しんと静まり返った気まずい空気の中、私は冷静に言った。おめでとうを言いに来たのに相変わらずね。バツイチ子持ちはお互い様じゃない。え？確かに私は離婚して娘を一人で育ててるよ。でもさえもバツイチだよね。それに10年前、〇〇病院で双子を出産してるよね。同じ時期に産んで、ちょっとだけ入院期間被ってたから覚えてるよ。あの時の男の子、今日は連れてきてないの？せっかくだから会いたかったんだけど、お留守番なのかな？私の言葉にさえの顔から血の気が引いていく。そこへ。さえさん？今のお話はどういうことかしら？留め袖を着た年配のご婦人が怒鳴りながらさえの方へ歩み寄る。お母様、違うんです。こいつが勝手に。違うの？そんなことないと思うんだけどな。だって新生児室に並んでた赤ちゃんにさえの名前書いてあったよ。あなたの名字は変わってなかったけど、婿入りだろうと思ってたけど。私が言い終わるや否や、お母様と呼ばれたご婦人は、さえの腕をつかみ、引きずるようにして控室へ消えていった。序盤優勢に見えたものの、私のうっかりが炸裂し、土俵外に落ちて脳震盪を起こしたさえ。3戦目も私の圧勝だった。私は友人たちに囲まれ、どういうこと？何があったの？と質問攻めにされた。だから私は知っていること、見てきたものを皆に話した。公衆の面前で罵倒したりしなきゃ私だって黙ってたと思うのだが、私は10年前、出来婚をした。初めてのお産で不安もあったので、里帰り出産をすることにした。実家近くの病院で出産した数日後、新生児室に並ぶ赤ちゃんの中にさえの名前を見つけた。その病院では新生児の名札として、母親〇〇ズベビーと書いてあったのだ。その中には私の名前もあったはずだが、彼女は気づかなかったらしい。彼女が出産した3日後に私は退院だったので、入院期間が被ったのはほんの数日だったし、授乳室でさえの姿を見たのも一度きり。新米ママは看護師さんから授乳指導を受けたり、初めての赤ちゃんのお世話で手一杯だから、私は彼女に声をかけなかった。それでも同じ時期に同じ病院で子供を産んだ仲間なのだから、彼女を見かけたことはずっと覚えていた。そんな印象的な出来事から10年経って、彼女から結婚式の招待状が届いたのだ。籍を入れてから10年以上経過した今、結婚式をやるの？私はいろいろな可能性を考えた。最も可能性が高いのは、婿入りしてきた人と離婚していて、この度再婚するというもの。
最初の式に呼んだ人を呼びづらくて、関係の遠い私を呼んだというならありそうだ。さえなら、再婚でも大々的に挙式披露宴をやるかもしれない。何せお金持ちなんだから。いろいろ考えていた私は不穏な可能性に思い至った。もしかしてさえは新郎側に離婚や出産といった過去を伝えていないんじゃない？新郎側がさえの過去もすべて知っていて、それでも結婚はおめでたいことだからと、今回のお式を決めたのであれば、素直に祝福するつもりだった。けれど残念なことに、私の予想はほぼ的中したのだった。それから私たち招待客はしばらく待たされた後、式場スタッフから結婚式が中止になったことを聞かされた。ご希望の方は披露宴会場で食事だけでも、と案内があったので、私と友人たちは食事をいただいて帰ることにした。新郎側の招待客も残って食事をしていたのは若い人が多く、親戚や上司など年配の人は皆スタッフに怒りをぶつけて帰ってしまった。帰り際、私たちグループは新郎側の友人に声をかけられ、場所を移して話をした。新郎は初婚で、さえの離婚歴や子供のことは知らなかったようだ。それにしても、どうして最初の旦那さんと別れちゃったんだろう。ふと誰かが口にした疑問に友人の一人が答えた。出世しそうにないからって言ってたよ。あの子、有名私大に受かったじゃない？そこで家柄と見た目と成績のいい人を捕まえて、卒業と同時に結婚して、子供を産むまでは順調だったらしいんだ。でも旦那さんが職場でうまくいってなくて、転職も考えてたとかで。転職すればいいじゃないと皆が言う。転職なんてダメ。せっかく大手に就職できたのに辞めたら意味がないって言って。他の男に乗り換えるために浮気したらしいんだよね。それが旦那さんにバレて別れることになったって。友人によると、サイはそもそも最初の旦那さんと入籍をしていなかったし、生まれた子はそのまま旦那側が引き取った。だから、サイは正確にはバツイチではなかった。とは言うものの、戸籍には子供の記載がある。結婚する相手が見れば、未婚の母であることはバレる。ただ、結婚相手と本籍地が一緒で、地元市役所に婚姻届を提出するこのケースでは、戸籍謄本を添付しなくていいらしい。サイは専業主婦になって、郵便物や電話は完璧にチェックできるから、過去のことは絶対バレない自信があったそうだ。これには私を含め、その場にいる皆が呆れ果てた。たまらず私は言ってしまった。そのことをサイのご両親が知らないはずないよね。ってことは、家族ぐるみで新郎の家の人を騙してたってこと？新郎側の友人が、あいつに連絡してみる。と言い出した。他の友人たちも次々と新郎の SNS へ彼をいたわるメッセージを送る。私たち新婦側の友人は皆で頭を下げてサイの行いを謝罪し、その集まりはお開きになった。後日、その時の友人と話す機会があった。かの子が、サイは家族ぐるみで新郎側を騙してたって言った時、私ハッとしたんだよね。だって私含めた何人かは、サイの事情を知ってたから。口止めされてたけど。彼女は申し訳なさそうに言った。だからあの場でかの子がはっきり言ってくれてよかったと思ってる。サイには悲しい結果になっちゃったけど。中止になった彼女の結婚は、その後正式に破談となった。私たちの持参したご祝儀はすべて返され、結婚式や新居の準備にかかった費用は新婦側で負担することになった。その上、慰謝料まで請求されており、それらの金額を合計すると1000万を超えるとか超えないとか。真相は家族じゃないので知る由もないが、そのぐらいは行くはずだと事情通が語っていた。大学時代を知る友人によると、その頃から色々とやらかしていたそうだ。今回の破談はその総決算だろうというのが友人たちの意見だ。それから半年後、仕事から帰るとドアの前に見慣れぬ女性が立っていた。真冬だというのに素足にスニーカーを履き、薄手のコートを羽織り、白髪混じりの髪はところどころ絡まってクモの巣のようになっている。家を間違えたのかなと思い近づいてみると、どうやって家を突き止めたのか、それはサエだった。
もうないと思ってたバトルステージその4の開始。彼女は私の姿を見るなり大声を上げた。あんたのせいで私の人生台無しよ。どうしてくれんの？私はため息をついていった。私のせい？違うでしょ？全部自分がやったことじゃない。それに、この表札は何？名字が変わってるけど、あんた、まさか再婚したの？再婚したよ。私は離婚のことも、娘のことも隠さずに話して、全部受け入れてもらった。さえと違ってね。彼女は悔しそうに顔を歪める。さえも隠さずに話せばよかったんだよ。大学時代に買い物依存症になって、消費者金融に作った借金を親に清算してもらったことも、内縁中に子供を産んだけど、浮気して別れる羽目になったことも。その場だけ隠してごまかしても、そういうのいずれバレるよ。なんで買い物依存のことまで？結婚式に出た時は知らなかったけどね。後で友達が教えてくれたよ。さえ親から金返せって言われてたんだって。いい家に嫁いで教育にかかった金と肩代わりした借金以上の金を持ってこいって毎日言われてたって。あいつら口止めしたのに。ねえ、もうエリートとかいう謎のプライドに縛られるのをやめたら？自分で自分を追い込んだ結果こんなことになっちゃったんでしょ？うるさいな。生まれつき顔面偏差値の高いあんたにはわからないわよ。さえは吐き捨てるように言うと、私に背を向け去っていった。彼女の両親は慰謝料の半分を負担したそうだと事情通。その後、さえは家から追い出された。家を失った彼女は親戚や友達の家を渡り歩いた後、住み込みの仕事を見つけたと聞いた。彼女を気の毒にも思うが、私がしてあげられることは何もない。やがてゆっくりと家のドアが開き、娘が顔を出した。母さん、あの人帰った？なんか大変そうだったね。警察呼ぼうか？ああ、くるみ、騒いでごめんね。警察は休みの日にでもお母さんが相談に行くから。娘は家の中にいて、私とさえのやりとりを聞いていたそうだ。何かあった時のために携帯で録音もしていたという。そのたくましさに感心する。ねえお母さん、あの人が言ってたエリートって何？めちゃくちゃプライド高い人のこと？娘の質問に私は深くうなずいた。くるみは自分のことをエリートっていう人どう思う？エリート？そうだな。つまらない人じゃない？つまらない？どうしてそう思うの？だってプライドばっかり高いんでしょ？それって自分のことだけで他人のこと考えられないってことだから。そんな人と一緒にいたって絶対つまらないよ。私は娘の頭を撫でていった。そうだね。プライドを持つことは大事なことだけど、自分のことばっかりになったらダメだよね。最初の夫は子供のしつけに関しては異常に厳しい人だった。くるみは小さい頃から言い出したら聞かないところがあって、その日はピーマンを食べたくないとぐずっていた。夫はそんなくるみの方を叩いたのだ。私はその日、くるみを連れて家を出た。私は自分が責められたり、傷つけられるより、大事な人がそういう目に遭う方が嫌なんだと思う。私のプライドは、サイのように見栄を張って自分を大きく見せることじゃない。大事な人の笑顔を守れる自分でいられることが、私にとって何より大事で、自分を好きでいられる方法だから。今の私は幸せだ。I think this is the hurdle that makes it difficult to determine the value of housework and work. There is no minimum wage for housework or overtime set by law. I'm sure there are many people who would be angry if they were treated as a cover or looked down upon. This is the story I'll tell you today. I'm Kyoko. I'm 50 now,
but the story I'm about to tell takes place when I was 34. My husband is 35. We were high school classmates, but at that time we were just acquaintances. We met again at a class reunion, and from there we started dating and got married. Tomi's family runs a family-run Chinese restaurant called Nagayama Chuka, and I used to frequent it after high school on my way home from club activities. It's what you might call a local Chinese restaurant. He told me that I would have to work there with him after we got married. I said yes, since it was a familiar restaurant. And so I started working as soon as I got married. After Kokura got married, I found myself caught in the trap of housework and overtime, where it's difficult to determine the value of work. My husband handed me an envelope and said it was my salary for the month. It seemed like the first time I would have money to spend on living expenses since I got married. Inside the envelope were 15 bills from Yukichi. I shook my head. This shop is quite popular, with kids coming home from club activities, office workers, and local ladies. The fact that it's a local shop with 3 branches is a big factor, after all. I didn't understand how my husband's salary was calculated, so I asked him about mine, even if it was small. However, my husband simply said, "It's a family business, so there's no way I get paid." What? I've been working hard to support the business, from preparation to cleaning after closing. And yet I'm not getting paid? When my husband noticed my attitude, he asked me if I was getting paid to clean the bathtub at my parents' house. No, I wasn't. But does that have anything to do with it? It's the same thing. You don't get paid for working at your parents' house. Huh, what? I froze. Hey, don't lump me in with the elementary school kids. I work from before the turnaround until after closing, without a break. Of course, I'm an adult, so I'm different from a child. Our conversation didn't make sense at all. Hey, isn't that a bit much? I'm the one doing everything by myself now, Kaji. How does that work out? While we were talking, I brought up another complaint. He didn't help with the housework at all. Then he said, "You're paying me to be a nuisance." That was a really big question. Hey, housework is just like being a nuisance. It's something you should do. It's on the same level as being a nuisance. But women in the Edo period did it without complaining at all. Women in the Showa period were all about being career women and being a social outcast. That really got to me. Times have changed. I don't know what women were like in the Edo period. But if housework was the main thing, they were given easy brain work. There's no way you could run the store at full capacity and do all the housework at the same time. Sigh. My husband sighed at my objection and continued to formulate a theory. You see, unlike in the Edo period, we have washing machines and vacuum cleaners these days. In other words, housework has gotten a lot easier. Then it's just being spoiled if you don't do your job. Oh, yeah. Being spoiled. Then at least do half of it. If you're being spoiled. When I pressed him, it seemed like another switch flipped in my husband. What's wrong with you? He started yelling at me, "Stop messing around." It's only natural to help out at a family-run local Chinese restaurant. But that's what women should do. The role of women in this world is to balance work and family, but that's what every employment consultant writes. He's intoxicated by his own theory. It's your fault for not being able to do that. When you get married, it's a woman's job to balance work and family and make ends meet. Get grip, seriously. When I said that, my husband said, "Well then, I'm tired from standing in the kitchen all day, so I'm going to bed. My arms are sore from swinging the big wok and my legs are stiff. You should do your work and wash the dishes." Quote. My husband turned his back on me and went into his room.
Isn't this like treating me like a slave? I do all the housework and don't get paid. But the real problem wasn't like this on the surface. Living with my in-laws is like that. In other words, it's impossible for my husband's salary of 150,000 yen to cover the living expenses of a family of 4, including Yoshitsugu, I said. So my husband said it's a housewife's job to somehow make ends meet. There's nothing I can do about it. Just let me work outside. Even minimum wage would be a decent salary if I worked full-time. Can't you do the math? If you go out, we'll have to hire new employees. It's a big loss for our store. Who's saying you can't do the math? No matter how much I calculate it, we can't survive on this salary. At least get some living expenses from your parents. Saving money is a wife's job, but I've given up on you. Come on, stop it. Why can't you do what has been done for generations? Everyone has done it. He told me to try harder, and then he started complaining about something else, like the amount of bean sprouts I used for dinner was too much. Even so, I tried my best for a few months. But I always ended up in the red. I began to withdraw the savings I had made when I was single. I felt helpless as I watched the precious amount in my bank book dwindle. All the women have done it. I don't get paid for overwork. Housework is a chore. This really isn't right. I stood in front of the bank door with my bank book open. But wait a minute. I thought to myself as I watched the dwindling numbers. Of course my husband is the one who's wrong, but isn't it also wrong for my in-laws to live with me, eat the food I make, use the water and electricity, and not pay for living expenses? I decided to confront my in-laws with the bill. I felt so sorry for myself that I had to create such a bill even after doing so much housework and running the family business. I went to my in-laws' room with the bill. What's wrong? You look pale. I must have looked unusual since I had made up my mind to do this. Is it blue or red? I don't know, but please pay for living expenses. I placed the bill on the desk. Wait, if it was for living expenses, I would have put in 100,000 yen each. 100,000 yen each every month. I gave him 200,000 yen for the two of us. My in-laws look really surprised. I didn't get any. It was just 150,000 yen from my husband's salary. I didn't get any salary from the store and I was told to do all the housework. It's impossible for 4 adults to live on 150,000 yen. All my pent-up frustrations exploded at once. I collapsed on the desk and cried. Chokeo-san. My mother-in-law was flustered. I explained everything that had happened so far while crying. My in-laws were just shocked. But I couldn't separate from my husband. I couldn't get a divorce. Tears fell onto the tatami mat. My mother-in-law listened to me in silence, and then said firmly, "Don't tell your son, pack your things and go back to your parents' house." Okay? You can't come back until I say it's okay. Quote. I didn't understand what my mother-in-law meant at all, but I had no choice but to obey. I nodded while crying. Because I had already reached my limit. So I packed my bags and headed back to my parents' house. My parents' house is in a much more rural area than where I live now. I sit by the banks of a large river. It's almost evening, and a red dragonfly has landed on the bank. I can hear the sound of the river flowing. How did this happen? Should I just go home now? As I ponder this, my cell phone rings. Come back tomorrow. It's closed, so we'll all talk as a family.
It was my mother-in-law calling. I returned the next day in the afternoon. Nagayama Chinese is closed. When I got back, Gifu and my husband were both sitting in the dining room. My husband was looking down. Oh, I gasped at the unbelievable sight. Welcome home, Yoko-san. My mother-in-law's voice is cheerful and firm, in contrast to my husband's. The cast is complete. Let's get started, Gifu. Leave your suitcase here. You don't have to worry about anything. My mother-in-law gently placed her hand on my shoulder. First of all, for the past 2 weeks, the Nagayama family's father cut his lip. The house wasn't functioning at all and the store wasn't doing any business. His body seemed to be shaking a little, perhaps from anger. He cleaned, made meals, and did all the housework, but he couldn't seem to finish everything. That's right. I didn't help. After all, housework is something that's second nature and something that should be done naturally. Then he should be able to do housework as well, as naturally as second nature. When it comes to this situation, my mother-in-law sarcastically criticized my husband's work. When I looked, the apron I used to iron for the store every day was now a shadow of its former self, crumpled up and lying around. That's not all. The bath couldn't be heated on time, and the laundry couldn't be finished in a day. Even though it was a Chinese restaurant that used a lot of oil, I had to do oily work for days. I couldn't keep up with cleaning the toilet and it was unpleasant. My mother-in-law explained each of the husband's realities in detail. My husband was stoked. I'll ask him again. You said housework is like air, didn't you? Your mother-in-law added insult to injury. Air isn't something you take for granted, it's something essential to life. You've been wasting that precious air up until now. Do you understand? Your husband remained silent. What's wrong? Your father-in-law yelled at him, losing patience. Yes. My husband nodded slightly in a hoarse voice. My husband's clothes, which looked like they hadn't been changed in days, smelled of stale oil. He has no right to breathe air that wastes precious air. He might as well suffocate. This was the conclusion the Nagayama family had reached. That's their position. My father-in-law took a deep breath and continued talking. Next up, the story of Nagayama Chinese. The kitchen at the restaurant had collapsed, the assistant kitchen staff had stepped in, and the dishwashing area had become a toilet. Ko-san had been handling the customers. With Ko-san gone, the assistant kitchen staff had been put in charge of the customers. As a result, the customer service team got the orders mixed up and even got the change wrong. The customer reviews were terrible and the store didn't function at all. My father-in-law's anger knew no bounds. Well, it can't be helped. He had never done it before. When my husband tried to object, my mother-in-law told him to shut up. You said you didn't need a salary to help out your family, so you didn't give Ko-san any money. So you thought Ko-san's job was a light job that she could do everything at the level of a maid. But how low is that? In comparison, Ko-san works briskly, taking orders from multiple tables at once, and paying for the customers who line up in the meantime, all the while with a smile on her face. You're not even close to Ko-san. My husband was speechless after my mother-in-law's lecture. My father-in-law added to that. No matter how much she devoted herself to the Nagayama family, Ko-san never got anything in return. She often managed to handle both the store's help and housework all by herself. Ko-san played a big role in increasing the number of customers at the store. Many customers say that they feel energized when Ko is around. Do you know what people in town say about Ko-chan? She's beautiful, kind-hearted, and has a great sense of affection. They call her Nagayama Kamachi. In comparison, my father's tone became even harsher.
I heard that you were so busy playing games that you made Ko-chan do all the housework because you were tired. I told you. Your skill at stirring the wok is still at an apprentice level. I told you to start practicing stirring the wok again using raw bones. You didn't do it at all. How dare you say that makes you tired? In that sense, Ko-chan is a professional in customer service. You're an apprentice in the kitchen. You should know that you're not in a position to treat Ko-chan like a maid. You're as ignorant as I am. My husband blushed. He couldn't say anything back, and it was probably because his immaturity was so clearly exposed. And so, the second conclusion from Nagayama Chinese, my father-in-law continued, was that you were not capable enough, so you would have to step down from your job. Kyoko is an indispensable member of our store, so she deserves to be paid twice as much as we are. We'll pay her food allowance on top of that. We'll use the salary of the person we're firing to cover that cost. My husband looked up at his father's sudden employment notice. My mother-in-law showed her green hair in response. Yes. My husband looked at the documents on the desk. Break up, you two. The sudden appearance of the divorce papers was a surprising development for me as well. Oh, Mom. I looked at my mother-in-law in a panic. It's okay, Kyoko. Don't worry about anything. I'm sorry for making you suffer so much. No, that's not it, I told you. There's a reason we can't break up. Yes, I understand that very well. My mother-in-law looked straight at me. You mean the baby in your belly? Huh? My husband's voice cracked. We've both been surprised ever since. You're pregnant? I nodded silently. The reason I've been patient up until now is because I found out I was pregnant, and I hadn't told my husband yet, or rather, I've been working from morning to night and haven't had time to talk to him properly. My mother-in-law reassured me that everything would be okay, and said, you can do your job here without such a pathetic father. My husband and I will take care of the childcare properly. Of course, we also take responsibility for the housework, because we thought we were sharing the housework between the two of us and didn't realize it. So from now on, we will support you in any way we can. Quote. My father-in-law nodded with a smile and continued, you don't want to learn how to cook, whether it's because you rebel against me or because you're spoiled. You're being too optimistic, thinking that someone else will do it if you just open another restaurant. You should leave home and start your life over again. Has your husband gone crazy because he's been pushed to the limit? What, are you kidding me? I'm your real son, Kyoko. Let's raise the baby together and continue this relationship, he said with a half smile. Get out. This house doesn't need someone who doesn't understand the weight of housework that supports this house or the gun seat that carries out the family business. My father-in-law's Saturn was unbelievable. Shocked by his voice, my husband ran away with his hands outstretched. My in-laws and I were silent for a while. Even though things turned out like this, my mother-in-law smiled and hugged me. I'm sorry I didn't notice for so long. My father-in-law also said some considerate words. The baby in my belly will be the best for me and my wife, helping with housework and financial support. So please continue to count on me, Kamachi-chan. I burst into tears. Yes. Thank you for your help. My mother-in-law and I hugged each other and cried, and my in-laws hugged us even more, embracing us from above. After that, my husband and I officially divorced. My husband put all of my savings into his own secret account,
and he also hid the 200,000 yen a month that my mother-in-law had put in for living expenses in a separate account. The divorce negotiations went smoothly with the cooperation of my in-laws, and I was able to get back most of my savings and almost all of my in-laws' living expenses. In addition, I received compensation in the form of wages for my previous work and housework fees. The reason he had saved up so much money was because he was a gamer by nature and had even gotten into slots. After running away from home, my ex-husband went to another Chinese restaurant in the back of the house as a way of spite against his father, but he was completely useless and was quickly fired. He apparently left town after a while, but I don't know where he is or what he's been up to, and I don't want to know. 16 years have passed since then. A group of hungry students have become accustomed to Nagayama Chinese. Mom, the usual. Yes, yes. I placed my order with my in-laws. The usual serving of 12, please. The restaurant, which had been quiet until just a moment ago, suddenly became noisy. Even after the ordered items arrived, the students continued to talk. I always think that this is truly fate, isn't it? One of the boys laughs, his mouth full. No way. I'll be the 4th generation owner of this Nagayama Chinese restaurant. I've been practicing hard. That's right, the child I'm talking to now is the one I was carrying in my womb at that time. My son, Dai, is already 17 years old. Quote, I'm done practicing Chinese, but I'm counting on you for the next tournament, says a girl sitting nearby. Hannah Chan is the manager of the boys' volleyball team. She's a cute girl with a ponytail. Leave it to me. If we win the national volleyball tournament next spring, I'll ask you to become the 2nd generation owner of Nagayama Kamachi. Quote. The girl's face turned bright red. Isn't that a confession? I laughed and held out the cup. Whoosh! A burst of laughter followed the roar of the forest. Suddenly, I turned around. Gifu and my mother-in-law were smiling happily. "ドッキリ大成功!」サービスエリアで買い物を済ませた私の前で、車内から顔を出して大笑いする夫。ちょっと。慌てる私をよそに車は発進してしまった。そのまま立ち去る車。置き去りにされた私は、嘘でしょと笑えない状況に青ざめるのだった。私の名前はともか。27歳の会社員だ。てるおという付き合って1年の彼氏がいるのだが、この彼氏が少々悩みの種だったりする。彼は明るくて面白く楽しい人で、そういったところが好きではあるのだが、なんというか悪乗りしすぎるところがあるのだ。28歳にもなっていたずらが過ぎると言えばいいだろうか。付き合って最初の誕生日にプレゼントされたのがびっくり箱という、それこそびっくりなこともあった。子供っぽいいたずらだけならまだしも、人の容姿で笑いを取ろうとするのはたちが悪いと思う。てるおはいじってる、からかってると言ったつもりなのだろうが、言われてる本人はたまったものではない。ともかさ、最近太っただろう。そんな重くちゃ何かあった時に俺連れて逃げることできねえよ。何よ突然。ほら、突然の災害で彼女をお姫様抱っこして逃げるってシチュエーションあるだろ？お前の場合、俺がお前を抱き上げるんじゃなく、お前が俺をお姫様抱っこすることになるんじゃねえの？失礼ね。私はそんなに太ってないわよ。んだよ、冗談だろ？マジで怒るなって。とまあ、こんな感じである。そうかと思えば、デートの時に携帯ばかり見てるから何をしてるのかと問えば、この前の会社の飲み会で撮った写真。
文字とか装飾入れて加工してるんだよ。との答え。デート中に何してんのよ。と見せてもらえば、まあひどいものだった。同期の誰それの頭に矢印を書いて、薄いとか、女性社員の顔に向けて、シワが多いとか。何よこれ。まさか、社の人に見せてないでしょうね。部署のグループラインに送ろうかと思ってるけど。絶対やめなさい。ヘラヘラ笑って、本人は、ちょっとしたネタだろ？笑えるじゃん。とか言ってるけど、全くこれっぽっちも笑えない。下手すれば昇進が絶望になるよ、と言ったらようやく送るのをやめた。どうもこの手の悪ノリが照夫は多いらしく、聞けば最近は友人と会う頻度が減ってるとか。みんな忙しいのか、また今度ってばっかりなんだよ。と照夫は不機嫌になるが、私にはなんとなくわかっていた。多分、というか、絶対みんな照夫に会いたくないのだ。照夫のネタはちっとも面白くない。面白いと思ってるのは本人だけ。人をネタに笑いを取ろうとする奴に誰が会いたいと思うものか。正直、このまま付き合ってて大丈夫だろうかと不安になることもある。だが、いたずらや悪ノリがなければそれなりにいい人なのだ。優しいところもある。だからなんとなくずるずると付き合い続けていた。そんなある日のデートでのこと。レンタカーを借り、照夫の運転で少し遠出をした私たちは、綺麗な夜景を見ていい雰囲気に。そこに照夫が小さな箱を差し出してきた。これってプロポーズ？と思わず胸が高鳴る。そして予想通り、照夫は、結婚してください。と言ってきたのだ。ドキドキしながら小箱を受け取った私は、そっと箱を開けると、ドッキリでした！突然箱からビヨヨンとお化けの人形が飛び出してきて、驚く私を笑う照夫。またしてもびっくり箱だった。ちょっと、あんまりじゃないの。冗談。こっちが本物の指輪だよ。そう言って照夫は別の小さな箱を差し出してきた。もう、本当にあなたって。今度はゾンビの手が飛び出してきた。照夫はいよいよ涙を流して笑い転げている。怒り心頭の私が帰ろうとしたら、ようやく本物の指輪を出したのだった。ふざけないでよ！もう帰る！と私が顔を真っ赤にさせていたら、さすがにまずいと思ったのか、照夫は誠心誠意謝ってくれた。そこで許す私も私だが、年齢のこともあって少し焦っていたのかもしれない。プロポーズをつい受けてしまったのだった。そして結婚が決まった私たちは忙しい日々を過ごす。断るごとに照夫がいたずらを仕掛けてくるので、なかなか準備が進まなくてイライラしたけれど。そうして迎えた結婚式の日。またも照夫はやらかしてくれた。ケーキ入刀です。という司会の合図で大きなウェディングケーキを前に、夫となる照夫の顔を見た瞬間。私の視界には、照夫ではなく真っ白な何かが迫り、見事に顔にケーキをかぶったのであった。芸能人がよくテレビでやっていたケーキをぶつけるネタ。それをまさかの結婚式で披露する夫。そして一人で受けて大爆笑する照夫。式を台無しにしたくない私は耐えに耐えたが、内心泣きたくて仕方なかった。招待客もみんなドン引きしてるのにも気づかず、照夫は一人で笑い続けたのだった。式の後に、照夫のご両親が頭を下げて謝ってくださり、照夫を説教してくれなければ、本気で離婚を考えたかもしれない。私に事前の相談もなく、勝手に意味不明なネタをした照夫。
果たして私は彼と無事に結婚生活を送れるのだろうか。不安で仕方なかった。とはいえ結婚生活は忍耐とも言う。なんとか気持ちを抑えて新婚旅行を楽しもうと思った私は車に乗り込んだ。私も夫も海外は苦手ってことで新婚旅行は国内だ。あちこち見て回りたいからとレンタカーでの旅行だ。夫も私もドライブが好きという理由でのチョイスでもある。最初は新婚ということもあり楽しい雰囲気だった。だが徐々に雲行きが怪しくなる。それは渋滞に巻き込まれて夫が少し運転に疲れてきた頃だった。動かねえなー。だり。運転変わろうか？別にいいけどよ。それよりこうやってじっとしてるといろいろ思い出すよな。何を？結婚式のこと。まあ、昨日の今日だ。思い出すのは当然だろうと聞いていたら、なんだかじとっと睨まれた。お前さ、もうちょっと笑いを理解しろよ。え？何が言いたいのかわからず首をかしげてると、ますます不機嫌そうな顔になる夫。まあ、俺の高尚な笑いについてこれる奴なんてそうそういないわな。その言葉で言いたいことはなんとなくわかった。つまり、俺の考えたネタにケチつけんなってことだ。せっかく最高に面白いネタ考えたのに、なんで俺が親父に説教されにゃならんのだ。ブツブツ言ってるからそういうことだろ。あの花嫁にケーキぶつける事件。そう。私たちはみんな事件だと思ってるが、夫からすればネタでしかないのだ。笑いが取れると考えたネタで、なぜ怒られねばならないのかと夫は思ってるのだ。全く反省してないのね。招待客がドン引きしてるのにも気づかなかったらしい。式後に友人から、あんな旦那さんで友果は大丈夫なの？と心配のメッセージを大量にもらったことを夫は知らない。信じられない、と怒ってくれた友人もいた。友人がそんななのだ。私の両親の怒りは凄まじいものだった。とはいえ、義両親がまともな方で、平謝りし、夫を説教してくれたから、なんとかなったけれど、みんなの心配はごもっとも、である。どうやったら夫の名誉を挽回できるだろうか。妻となった今、頑張るしかないなと、ちらりとハンドルを握る夫を見やるのだった。だが私はまだまだ甘かったらしい。夫の性格を、この時私はまだちゃんと理解できていなかったのだ。高速の渋滞をようやく抜けたところでトイレ休憩のためにサービスエリアに入った。お互いに用を済ませて車に戻ろうとしたところで夫があっと声を上げた。腹減ったなぁ。ともか、なんか買ってきてくれよ。簡単に食べれるパンとか。わかった。コーヒーもいる？そうだな。先に車に戻ってるな。そう言って手をひらひらさせて夫は戻っていった。それを見送って私は慌ててお店に入り、パンとコーヒーを購入する。運転してもらってるんだから、こういうことでサポートしなくちゃね。そんなことを考えながらお店を出た。出たのだが、なぜ車がないのだろう。記憶にある駐車ポイントに戻った私は、そこにあるはずの車がないことに驚き立ち尽くす。ポカンとして周囲を見回したその時。あ、いた！少し離れた場所に車を発見したのである。よくあるシルバーのコンパクトカー。レンタカーを意味する和ナンバーのそれを見つけて、私は小走りに追いかける。だが、ちょっと！追いかけてようやく見えたサイドミラーに映る運転手の顔。それは間違いなく夫で、夫はミラー越しに私を見ているのが分かった。だというのにだ。ちょっと、待ってよ！なぜか追いかけると、それ以上に距離を空けるかのように車が動くのだ。ちょっと、テルオ？まさか、ここで悪ふざけじゃないでしょうね。と焦る私。
ちょっと、駐車場でふざけないでよ。さすがにイライラして叫んだその時だった。ウィーンと運転席の窓が開いたのだ。そこからひょこっと顔を出した夫の顔は、まずい。悪巧みの顔だ。ニヤニヤ笑う夫の顔に嫌な予感しかしないと思ったまさにその瞬間。はっはっはっはと夫は笑い出したのだ。ちょっとドッキリ大成功。俺の笑いを理解できなかった罰だ。せいぜい頑張って追いかけてこいよ。まさか、と思ったらそのまさかであった。なんと夫は車を発進させて高速本線に入っていったのだ。高速道路でどこかで U ターンして戻ってくるなんてできるわけもない。というか、追いかけて来いと言ってる時点で夫は、あんにゃろー。なんと私は高速のサービスエリアで置き去りにされたのであった。私の耳に残る夫の高笑い。そしてあのにやついた顔。どうしよう。突然の事態に呆然とすること数分。ようやく我に返った私は、一旦落ち着こうとサービスエリアに設置されている椅子に腰掛けた。パニックになりかけたが、これまでのことで、夫の悪ふざけに免疫ができてたせいか、立ち直りは早い。冷静になった私は携帯を取り出した。今の世は便利だ。携帯で何でも検索できる。その結果、サービスエリアで置き去りにされた場合の対処法がいくつか分かった。まずは高速バスの停留所があるか調べる。幸いあったし、本日まだあと数本ある。次にサービスエリアの店員さんに相談する。その場合は一般道に出る従業員用の通路を教えてもらえる場合もある。非常電話もあるらしく探したらあった。とりあえず帰ることは何とかできそうだ。だが、果たしてそれでいいの？これで普通に帰ったら夫はヘラヘラ笑って懲りないのではないか。はっきり言って今回のは悪質すぎる。到底笑って許せるものではない。だって新婚旅行だよ。愛する奥さんを置き去りになんて普通できる？考えて至った結論にすっと頭が冷めた。そして私はおもむろに電話の発信ボタンを押すのだった。もしもし、ともかです。実は、それから数時間後、サービスエリアでひたすら時間を潰していたら、見覚えのあるシルバーの車が入ってきた。そして降りてきた二人の人物が外で座ってる私のもとへ。おかえりてるお。お早いお帰りで。嫌味たっぷりに言葉をかけた相手。そう、それは私を置き去りにした夫だった。私の声が聞こえてるだろうに、むすっとした顔でそっぽを向いて無視をする夫。だが、それに腹を立てるどころか、夫の横顔の方を見て、私は吹き出してしまった。何その赤い方。ひょっとして殴られたの？うるせえ。やっと私の声に反応した夫は、ギロッと私を睨みつけてきた。お前な、親父に知らせるとかどういうつもりだ？親父から電話で実家に来いとか言われて、慌てて高速降りて実家に行ったら、いきなりビンタで延々と説教されたんだぞ。置き去りにされた私が電話した相手、それは義父だった。事情を話すと、あのドアホーガーとカンカンに怒ってくれた義父。私が待つと伝えたら、ともかさん、本当に申し訳ない。テルを呼んで説教したら大急ぎで迎えに行くから。それともタクシーを向かわせようか。もちろん費用はすべて私が出すから。と言ってくれた。だが私がタクシーで帰ってもきっと夫は懲りないし、また同じようなことを繰り返すだろう。帰ってこれたんだから問題ないだろうとか平然と言いそうなんだもの。なので待つことにした。サービスエリアって食事もあるし、お手洗いもあるしで、携帯と合わせると結構時間潰せるのよね。そうして夫は頬を真っ赤にさせて戻ってきたわけです。そして逆ギレみたいなことを私に言った瞬間、ゴン
と鈍い音が響いた。このアホが、お前が全面的に悪いんだろうが、ちゃんと謝れ。いってー。親父何すんだよ。殴ることないだろ。お前みたいなアホは頭殴った方がむしろ賢くなるわい。痛みに頭を押さえる夫。その夫の頭にげんこつを落としたのは一緒にやってきた義父だった。これまで何度もお会いしてるが、普段は温厚そうなイメージの義父。でも怒ると怖いことを初めて知った。ご両親から夫に言ってもらえると少しは痛い思いするかなと思って電話したんだけど、物理的に痛い思いをしたらしい。まあ精神的にも痛いだろうけど。なんで俺が？俺は何も悪いことしてない。してるだろうが。お前さっき散々わしが説教したこと聞いてなかったのか？どこに嫁さんをサービスエリアに置き去りにする奴がいる？ここにいるだろ？そんな天然記念物な息子を持った覚えはない。夫のくだらないいたずらより、この親子喧嘩の方が面白いわね。義父の怒りが納得できない様子で不満げな顔をする夫。こんなのちょっとしたいたずらじゃねえか。せっかく結婚式を盛り上げようと思ったのに、説教されて腹立ったから、腹いせにドッキリ仕掛けただけだっての。サービスエリアに置き去りにされて、友果さんにどうやって帰れと？ここから乗れる高速バスあるだろ？もしくは職員に行って高速から出るとか、タクシー呼ぶとかあるだろうが。お前が戻ってくるという選択肢はないんかい。なんで俺が？俺は先に旅館に行って、のんびり休んでるつもりだったんだよ。そこにヘロヘロになった友果が到着してだな。俺に三つ指ついて、ごめんなさいって謝ってくるのを笑ってやるつもりだったのに。聞いてて呆れてしまった。こいつなんつう計画立ててるんだ？当然のことだけど、またゴンと鈍い音が響きました。だから殴んなよ。もっと殴って賢くしてやろうか。いたずらの天才である俺の頭脳を何だと思ってる？天才を冒涜するな。この喧嘩いつまで続くのかしら。すでにサービスエリア滞在時間は数時間。今更あとどれくらいかかっても同じかと椅子に座ってぼーっと眺める私であった。そしてしばらくして義父が深々とため息をついた。はぁ、もういい。お前は何言っても治らんな。そして何かを決意したような光を瞳に浮かべ、夫を強い眼差しで睨むように見ていった。お前はクビだ。前々からちらほら声がわしに届いてたんだがな。お前、社での評判最悪だぞ。悪びれもなく人の嫌がることをしてるそうだな。なんだよそれ。俺は会社の雰囲気を良くしようと。逆に悪くなっとるわい。だからってクビなんて。嫁さんを大切にできないような男は仕事ができないというのがわしの持論だ。これまでの社でのお前の評価と合わせてクビが妥当だと結論を出した。そんな、俺は親父の後継として。誰がお前なんぞに継がせるか。そう。夫は義父の経営する会社に勤めていた。だからあんなグループラインとかも平然と遅れていたのだろう。義父は息子である夫を雇いはしたが、基本的に身内びいきをしない人だ。以前昇進に響くかもよと夫を諌めたのは、義父なら公正に判断すると思ったからである。それもすべて無駄になったわけですな。義父の首宣告にショックを受ける夫。だがすぐにケロッとした顔で、ま、いいかというのだった。収入なくなっちまうけど、友果が働いてるからまあ大丈夫か。せっかくだから無職の自由時間を満喫するかな。なんてことを言い出すではないか。はぁ？である。何人の収入を当てにしてるんだ。何言ってるの？私、他人であるあなたを養うつもりないわよ。呆れて夫を見ればきょとんとする夫。理解してないようなので説明してあげた。私、離婚するから。
え？これまでのいたずら、なんとか我慢はしたけど、本当は嫌だった。それでも私と結婚したいと思ってくれるなら、大切にしてくれると思ってたのに。結婚式でのケーキの件は心底嫌だったし、悲しかった。そして今日の件は、とにかく怒りしかない。そして絶対許せない。待ってくれよ、ともか。ほんの冗談だろ？ドッキリなんて笑って済ませば。置き去りにされて笑えるわけないでしょ？どうにも理解できてないよね。いいわ、わかった。それならあなたも同じ思いをすればいい。そう言って義父を見れば、心得たようにうなずく義父。掲げられた義父の右手には車のキーが光っていた。私もうなずいて、行きましょう、お父さん。と言って歩き出した。そうだな、行くか。そう言って義父は後ろを振り返る。おい、テルオ。帰るからなんか飲み物でも買ってこい。え？なんだよ、そんな怒ってないのか。びっくりした。離婚とか言うなんて、ともかも悪ノリが過ぎるぜ。そう言って夫は店内に入っていった。アホか。悪ノリが過ぎるですって？どの口が言うか。しばらくして飲み物を買って店を出てきた夫は、あるはずの車がない状況にへたり込むのであった。その後、私と夫は離婚した。まさか入籍1週間も経たずに離婚になるとはと少なからずショックはある。だがそれ以上にやっとあのアホのくだらないいたずらに付き合わなくて済むんだという解放感の方が大きかった。夫は最後まで別れたくないとか言ってたけど、義父が用意してくれた優秀な弁護士さんのおかげできっちり慰謝料付きで離婚できた。だが義父の宣言通りに会社をクビになった夫に支払い能力なんてない。義父が立て替えて支払ってくれたのだが、義父はこれから厳しく息子から取り立てていくつもりとのこと。クビになり、貯金も大してなかった元夫は一気に極貧生活に陥った。父親の会社だから就職できていたが、もともと能力が低かった元夫は再就職もままならないらしい。実家からは当然追い出され、私と一緒に住むはずだった賃貸マンションは家賃が払えず、やっぱり追い出されたそうな。一度公衆電話からの着信で出たら元夫だった。どうやら携帯も解約になったようだ。俺が悪かった。これからは真面目になるから、俺と笑いの絶えない生活しよう。とか言ってたけど、全然笑えない。と言って切った。というか、切れた。10円しか入れてなかったのか。その後の元夫の行方は知らない。数年後、私は再婚した。もう結婚はいいかなと思ってたのだけど、この人となら、という出会いがあったのだ。新しい夫はいい意味でとても楽しい人。もちろん人の嫌がるようなことはしない。思いやりがあって優しい。そして面白い人なのだ。今我が家には子供と夫、そして私の笑い声が響いている。母さんの料理が食べたいなぁ。ニタニタしながらハイボール片手に唐揚げを食べる夫。こいつがお酒の CM なら間違いなく売り上げは激減するな。自分の給料で買ったから私たちには食べさせないって？私みたいに強い嫁を敵に回したらどうなるのか、あなたは知らないのね。上等よ。骨の髄まで叩き込んであげる。私の名前は沙織。趣味は料理と食べることという表裏一体な好みを持っているのだが、おかげさまでお腹周りに立派な浮き輪ができた34歳だ。出産してから余計に引き締まりが悪いような。いや、気にするまい。このお腹だって私と二人三脚で頑張ってきた唯一無二のパートナーなのだから。都合のいいように言ってないで痩せろって？はーい、明日からダイエットしまーす。とまあ、
今でこそ料理が楽しいと心から言えるが、ほんの数年前まで料理は愚か、家事すらしたくないと思っていた時期があった。今から数年前の話だ。私は夫と双子の娘の苗と萌を育てながら広告関連の会社に勤務していた。いわゆるワーママだ。子供たちも徐々にやんちゃになり、時間の使い方も難しくなって、仕事と家庭のバランスの取り方に悩んでいた頃だった。この頃から少しずつ夫に変化が見られた。酒を全く飲まなかったのに、いやいや行った接待先で酒の味を覚えてしまい、自宅でも酒を飲むようになったのだ。別にお酒を飲むこと自体は構わないし、私はお酒が好きなのに、夫に合わせて自宅では一滴も飲まなかったから、一緒に晩酌ができるのは嬉しいとすら思っていたのだが、ここで問題が生じた。夫は酒を飲むとき、つまみを求めるタイプなのだ。飲むと胃袋が大きくなるようで、いつもの倍食べる。ちなみに私は酒だけでも飲めてしまう。体には良くないけどね。食事中にも酒を飲むようになった夫は、ほろ酔い状態で、足りないからと、私の食事を奪うようになった。挙句、酔っているせいなのか、ずっとママの料理だと飽きるなぁ。実家のしょっぱい味付けが恋しいや。と、本音も飛び出す始末だ。ちなみに、あまり大声では言えないが、お母さんの手料理はしょっぱいというより辛い。もともとは夫も超のつく濃い味好きだったのを健康に悪いからと子供が生まれたのを機に薄味にならしたのだ。仕事や家事で疲れていることもあり、あなたの家のご飯を食べてたら寿命が縮むわ、と言いたくなったが黙っておいた。酔っ払いを正面から相手にしてもね。しかし、私の分を取るくらいならまだ許せるのだが、夫は徐々に子供からも奪うようになった。パパに一口ちょうだいなどと言って、子供の許可も取らず、勝手に皿から取って食べてしまう。もちろん子供はギャン泣きだ。反抗期気味なこともあり、もうご飯食べないもんと子供たちは二人揃ってそっぽを向いてしまい、夫はそれを見て可愛いなと笑うだけだ。へそを曲げた幼い子供にご飯を食べさせるのがどれだけ大変か分かってないのかしら。その後、お風呂も嫌だ、寝るのも嫌だ、トイレも嫌だ、と言い出すことがあるのよ。と、顔に青筋が出そうになる。イヤイヤ期はもともとなかった我が子だが、最近は保育園のお友達の真似をして不機嫌になると、イヤイヤを繰り返すのだ。そんなことを何も知らず、ほぼ私にワンオペ状態で娘たちを育てさせているだけののんきな夫を前に、私も奥様業にイヤイヤしたくなったのは言うまでもない。一応私からも夫に酒を減らすよう言ったのだが聞きやしない。仕方がないので再び子供が食事を奪われないように量を多めに作ることにした。正直なところ、会社から帰ってきて子供の面倒を見ながら夕食を作るだけでも大変だ。量が増えたことで私の家事の負荷もうんと増えた。ちょうど仕事も忙しくなっていたこともあり、毎日身も心もヘトヘトだ。さすがに疲れを感じたので、思い切って私は夫に家事を分担しようと提案した。もともと結婚当時はお互いに共働きなこともあり、分担制だったのだ。しかし私が産後、育休で家にいるようになったため、家事は私がやるようになった。だけど私ももう社会復帰しているのだ。夫と立場は同じなのだから分担制でいいだろう、と思ったのだが。俺仕事してるから無理だよ。私だって同じよ。でもお前は余裕があるじゃん。は？仕事行って、子を育てながら家のことして、でもまだ余裕そうじゃん。本気で言ってる？余裕がなくなったからあなたに家事を分担しようって相談してるんだけど。そうなの？じゃあ仕事辞めればよくね？
だって、家事する余裕もないんだろ？仕事辞めれば解決じゃん。俺も働いてるんだし。明暗だな、と笑う夫を見て、私は唖然とすると同時に、怒りがふつふつと湧いてきた。嫁が仕事が好きだから続けたいというのは許されないのか？結婚して子供を産んだら家に入って家事と子育てだけを生きがいにするのが当然なのか？なんで女が全部するみたいな感じで話すの？いや、そんなつもりはないけど、余裕がないって言うなら、まず自分ができることからやりなよ。人を頼るべきじゃないだろ？そう言って、まるで子供を諭すように話す夫。いや、私が悪いの？食事も、風呂のお湯を張るのも、部屋の掃除も、全部頼ってるのは誰？それとも旦那様っていうのは、妻に何を頼っても許されるの？どんな違い封建だよ。これまでいろいろと我慢していたこともあり、この夜私は席を切ったように夫への不満をぶつけてしまい、久しぶりに大喧嘩になった。夫も酒を飲んでいたせいか、女なんて大して稼げないんだから、仕事したって無駄だろ？家事の腕磨けよ！とか、子供を産んだら女はもう母親っていう生き物なんだよ！などと、普段なら聞くことのないモラルを疑いたくなるような発言も多々あった。酔っているとはいえ、そんなセリフが出るってことはこっちが本音なのだろう。論点も、元は家事を手伝ってほしいという建設的な話だったのに、いつの間にか私を家庭をないがしろにして仕事に生きる女と罵るような人格否定に変わりつつある。ならばと思い、酒に飲まれてるような奴が偉そうに女がどうとか言うな。白くに戻った時、恥をかくのはあんただよ。と思わず売り言葉に買い言葉で返したら、俺がいなきゃ子供も産めてないくせに、わーわー言うな。と、その辺にあったものを夫が思い切りぶん投げてきた。酔っ払いのコントロールなんてたかが知れているのであっさりかわしたのだが、床に落ちたものを見て、さすがの夫も酔いが覚めたらしい。それは娘たちが毎日奪い合いながら遊んでいるゲーム機だ。3万円は優に超える代物で、最近は生産が追いついていないらしく、すぐには手に入らない。ああ。真顔になった夫に、これどうすんの？と問い詰めると、画面の割れたゲーム機を呆然と見ながら夫は、あの子たちに謝っといて。とだけ言い残し、寝室に戻っていった。自分で謝れ。苛立ちつつ、私も頭を抱える。これは絶対明日大泣きするな。口聞いてくれないかも。私がやったんじゃないのに。翌朝、ひとまず朝のうちはゲーム機のことに気づかれないよう、娘たちの興味をそらしながら二人を保育園に送った。夫とは険悪な空気のままで一言も話していない。まあ、夫も酔っ払っていたんだし、私も大人になろうじゃないか。帰ったら私から話しかけよう、と思っていたら、おかえりー。私が娘たちを連れて帰宅すると、珍しく私たちより早く帰っていた夫が、居間で上機嫌に酒を飲んでいた。よくよくテーブルを見ると、料理がいくつか並んでいる。まさか。嫌な予感がして冷蔵庫を見ると、食材が空っぽになっていた。今夜の夕食に使おうと思っていた唐揚げ用の肉がしっかりなくなっており、食卓を見ると唐揚げが置いてある。母さんの料理が食べたいな。食べれないから自分で作っちゃったよ。こちらをニヤニヤしながら見やり、美味しそうに唐揚げを頬張る夫。片手には酒が握られていて、ハイボールの CM みたいなその光景にイラッとした。ねえ、一応聞くけど、冷蔵庫の食材使った？ああ、料理は全部自分で作ったぞ。お前は昨日、俺に家事もできないくせにと言ったな。でも見てみろ、ちゃんとできるだろ？夕食を作ってくれるのはありがたいが、
お母さんと同じ味付けなら子供たちがしょっぱくて食べれないと何度言えばわかるのだろうか。でも仕方ない。今夜はこれを食べるしかないか。と思っていたら。ママ、ゲームがない。萌ちゃんとなえちゃんのゲームどこ？子供たちが飛びついてきた。しまった、その件があったんだった。ゲーム機は、と言いよどんでいると、夫が笑顔で言った。昨日お母さんが投げて壊しちゃったんだ。お前たちがいい子にしてないからだよ。最初はよく意味がわからなかったようで、ポカンと立ち尽くしていた娘たちが、ゲーム壊れたの？と私に尋ねる。壊れた。壊れたけど、私のせいじゃないってどう伝えるべき？いや、伝えるべきではないのか？父親の意地悪な姿とか知らない方がいいよね。もうよくわかんない。ちょっと修理中なの。もう少し待ってたら戻ってくるから、今日は、ほら、ナイと萌えが好きな唐揚げだよ。パパが作ってくれたって、よかったね。お前たちには食べさせないぞ。は？夫のまさかの返事に、再び娘たちはきょとんとした後、ご飯もゲームもないの？と目を潤ませ始めたと思ったら、間髪入れず、うやーと大号泣。おまけに夫が、うるさい！静かにしなさい！と怒るので、余計に娘たちは大泣きだ。うるさくなったのは誰のせいだ。そのうちゲーム機をこっそり入手して、修理が終わったと言って娘たちに渡し、今日はご飯で釣ろうと思っていたのに。仕事に理解のない夫との喧嘩、明日の家事、きっと時間がかかるであろう目の前で泣く子供たちへの対応と、今日のご飯問題。やることも考えることも多すぎて、もういっぱいいっぱいだ。私だって泣きたい。だから思わず夫に、せっかく仲直りしようと思って帰ってきたのに、冷蔵庫の中のものを勝手に使い尽くして、子供にすら食べさせないとかどういうこと？なんでそんなに非協力的なの？とブチギレてしまった。子供の前で良くないと思ったが、もう私も限界だったのだ。すると、俺の給料で買ったものだし、いいだろ？と夫が開き直り始めた。冷蔵庫に入ってるとかなんとか関係ない。俺が稼いでるからお前は一軒家に住めて冷凍庫も買えたんだ。俺がいるから唐揚げが食えるんだぞ。酔っているようだ。支離滅裂で何が言いたいのかさっぱりである。そもそもこの家も二人で折半だし、冷蔵庫は私が買った。唐揚げなら自分のお金でランチで割と頻繁に食べている。しかし、夫の勘違い演説は止まらない。俺はな、家事なんかしない。そしたら酒を飲む時間が減る。おっと、飲むなとか言うなよ。これも俺の金で買ったんだ。俺には好きに使う権利がある。お前は仕事とか言ってないで、母さんのところで台所修行でもした方がいい。いつまで俺に味気ない料理を食べさせる気だ。お仕事ごっこなんかやめて、さっさと家庭に入っちまえ。子供を産んで夫に尽くすのが女の幸せって昔から言うだろ？俺が養ってやるよ。ドヤ顔で話す夫の顔を何度引っ叩きたくなったかわからない。しかし、娘たちの前でそれをやってしまうのは良くない。もし仮に、この子たちが喧嘩した相手に手を出してしまっても、ママもやってたでしょ、と言われて注意できなくなるからだ。必死に拳を握って耐えた。仲直りして、明日の夫の誕生日のサプライズでも考えようと思っていたのに、待てよ。そうか、サプライズ？いいこと考えた。思わず、にたっと笑ってしまったが、夫は気づいていないようだ。とりあえず、この日は娘たちに、今度絶対ママがゲーム機を手に入れるからね、と約束し、今日はファミレスに行こうね。好きなの食べていいよ。と言ってなんとかなだめた。普段ならそんな風に甘やかさないのだが、
ゲーム機も食事も親。というか、夫のせいなので、これは当然の罪滅ぼしだろう。パパのせいでごめんね、娘たちよ。そして翌日、夫の誕生日を迎えた。昨夜のことをうっすら覚えているらしい夫は、少し気まずそうに、おはよう、と声をかけてきた。機嫌を取りたいのだろう。自分の誕生日だもの、気分よくいたいよね。もちろん、優しい私はその挨拶に笑顔で答え、それを見た夫も心から安堵したようだ。サプライズのためには良好な関係でいないとね。間違っても、やーい、騙されてやんのおたんこなす。という本心を言ってはいけない。この日は会社も有給休暇を取っていたので朝から買い出しだ。さあ、全力で夫を驚かせようじゃないか。その夜、夫はすっかり安心しているのか、笑顔でただいまーと言って帰ってきた。今の食卓を見て、おーっと目を輝かせる夫。すごいな。カニに寿司に、ずいぶん豪華じゃないか。驚いた？全部北海道産なの。高かったんだから。うわー、嬉しいな。急いで着替えてくるよ。早く食事にしよう。別にいいわよ、着替えなくて。え？あなたに食べさせるものは一つもないから。私の言葉に夫の目が点になる。俺は別のメニューがあるってこと？ないない。え？俺誕生日だよ。食事なしってこと？その通りよ。理解が遅くて困るわ。ふざけんなよ。働いて帰ってきた夫にどういう嫌がらせだよ。嫌がらせじゃないわ。あなたも昨日私たちに同じことしたじゃない。やっぱりあれ嫌がらせだったのね。認めたわね。いや、あれはなんかちょっと意味が違うだろ。つうか、今日誕生日だぞ俺。でもこの食材は私の給料で買ったし、文句言われる筋合いないから。食べたいなら、そうね、子供が許すまでぐるぐる回り続けてワンとでも泣いたら？私としては適当に提案しただけだったのだが、娘たちはこの案に大喜び。パパ遊んでくれるの？と夫にしがみつき。われと二人で夫を囃し立てた。何気に末恐ろしいな、この子たち。なんとかしてくれよと助けを求める夫に、娘たちが許さない限り私も許さない。と笑顔で答える。娘たちは夫が回るまで諦めないと言わんばかりの執念で回れコールを繰り返し、ついに諦めたように夫がその場でぐるぐる回り始めた。3度回ってワンなら楽なのに何度回っても娘たちがすごーいと無邪気に喜ぶだけだ。こんなに生産性のない罰ゲーム見たの初めてかも。目が回ったようで夫は地べたに転がったが、娘たちはコールをやめない。再び夫が挑み、転がり、挑み。最終的に娘たちは夫を許さぬまま、飽きたー。ママご飯と言い出した。そうね、ご飯にしましょうか。パパはそこで寝ててね。ここまでやっても食べさせてもらえないの？私の給料で買ったのよ。どうしてその程度で食べさせてもらえると思ったの？やってらんねえ。俺は食うからな。そう言って立ち上がり、夫が食卓の寿司を手づかみにしようとした瞬間。なえともえ、やっていいよ。はーい、ママ。直後、笑顔の娘たちがぶっかけた水で、夫の下腹部がびしょ濡れになった。それを見て、おもらしい！パパ、おもらしい！と笑う娘たち。よーし、もっとやりましょうね。と私は娘にコップに注いだ水を渡す。はーい。と容赦なくぶっかける娘。なんなんだよこれ。おい、やめさせろ。この前、テレビで野球の優勝シーンやってたでしょ？あれ見て子供たちがビールかけに興味を持っちゃってね。
ずっとやりたいって言ってたの。全然娘と遊ばないパパだもの、たまには遊んであげて。お酒はもったいないから水にしたわ。微笑む私を夫は絶望したような表情で見ていた。娘たちの攻撃から逃げようとしたところ、靴下が床にこぼれた水で滑って、その場に尻餅をつく夫。もうやだ。俺の誕生日なのに。女のくせにと散々言われたので、あえて言うが、男のくせに、夫はメソメソ泣きながら、勘弁してくれと声を上げた。しかし娘たちはテレビで野球選手が、待ってくださいよ、と相手を制しつつもビールに濡れて楽しむ姿を見ているので、そういう遊びと思っている。当然勘弁してあげるはずもなく、夫をびっしょびしょにし続けた。そのうち寒くなってきたようで、最後は夫も、本当にすいませんでした、と私たちに土下座してみせた。というか、その前も何度か謝られたんだけど、全部無視したらいつの間にか土下座になっていたのだ。食事は食べさせてあげなかったが、この日はそれで手打ちにした。その後、私は夫とある契約書を交わした。それは夫が主婦になるというものだ。もちろん仕事をしてもいいし、しなくてもいい。夫は、俺だって働いてるのに、そんな余裕はないと猛反発したが、私が働くからいいでしょ？余裕がないなら仕事を辞めれば？と以前言われた言葉をまるっと言い返してやった。所詮女の私ができたんだから、男のあなたならきっとできるわよ。と嫌味もしっかり言ってやった。そのせいか、夫も自分の言葉がいかに間違っていたか自覚したようで、再度謝罪してきたのは言うまでもない。まあ、その程度で契約をうやむやにする私ではないので、きちんと夫には主婦になってもらったが、実のところ、かなり腹が立っていたので、一度は離婚も考えたのだが、二人の娘がまだ夫を嫌っていないことも考慮して、その選択は取らないことにした。酒のせいで気が大きくなっていたのもあるし、性格や考え方は私が叩き直そうと決めたのだ。もちろん、人の性格や考え方はそう簡単に変わるものではない。モラルが疑われるような発言があった時には、娘と一緒に容赦なくお水ぶっかけの刑に処している。女だからとか、男だからと夫が言ってしまうのは、相手がそれを言われた時にどう思うかが想像できていないせいだ。お水ぶっかけだけでなく、嫌なことを言われた場合は、後日必ず夫にも同じことを言うようにした。おかげで、最近は主婦業をやっていることもあり、私の気持ちがわかるようになってきたようだ。娘たちにも、パパが嫌だなーって時は、思いっきり遊ぼうね、パパで、と伝えてある。ちなみに、これまでの遊びは、お水の系以外に、シェービングムースを乗せた紙皿でパイ投げをしたり、すね毛をガムテープで脱毛するなど、割とトラウマになりそうな遊びばかりだ。眉毛を抜かれた時は出社できないって泣いてたっけな。全部娘たちの案なので、ひょっとすると、私より怖いのは、この2名の無邪気な処刑人かもしれない。私がやるより容赦がないので、夫の強制には一役どころか何役も買っていた。まあ、最近はようやくいいパパになってきたので、娘たちも処刑ではなく素直な気持ちで夫にじゃれているようだ。一緒にゲームをしたり、トランプに興じるなど、普通の遊びを楽しんでいる。夫に家事をやらせたものの、最初の頃は掃除などはできても、料理の腕も味覚も最悪だったので、私のお給料で料理教室に通わせた。案の定、料理教室の人たちに自分の味覚を叩かれまくって、かなりプライドが傷ついたようだが、いい薬になったみたいで、現在の料理は大変美味しい。うかうかしていると、本当に私の方が料理が下手な嫁になりそうだったので、私も趣味で料理をやるようになった。休日は夫がいつものように食事を作り、私と娘たちでケーキを作って、何もない日だけどパーティーをしたりしている。夫を強制するのは多少骨が折れたが、
今では昔の夫よりも優しくなったので、離婚しなくてよかったと思っている。何より私たちが揃っている方が子供も嬉しそうだ。苦労は多々あったけど、夫婦で乗り越えたり、どう乗り越えるか工夫することも大事なんだなぁと学んだ。まあ、ちょっとだけ今は私がカカア殿下なところはあるけど、夫への愛情表現も忘れてないし、少しくらい許されるよね。てへ。今年は家族も一人増えて、我が家は女が4人になった。もし全員がカカア殿下みたいな性質に育ったら、と想像して少しにやけてしまったが、夫の立場が危うくなりそうなので、その時は助けてやるか。最近気づいたけど、私はちょっと苦労している夫の姿が好きみたいだ。可愛いなぁと思ってしまう。もっと苦労させたい。なんてダメね。これを聞いてくれる皆さんに誓って、これからは優しくします。多分。If my mother had remarried, my father would have been here. It's my mother's fault for not remarrying. His family hates him for having only one parent. My mother wants to make this marriage a success no matter what. My daughter has changed since she met that man. It's as if she's obsessed with the idea of marriage, and if she won't listen no matter how many times I tell her, then there's nothing I can do. I cut ties with her thinking that, but I never imagined she'd show up in front of my mother, the very person I'd destroyed, again. My name is Hashiko. I'm 67 years old and into home gardening. I started working part-time to make ends meet on my meager pension, but growing up in the countryside, gardening has become my hobby. But you know what? There are a lot of mosquitoes in the summer. Do I have to carry a sachet around my waist? This was before I realized the importance of remarrying. My daughter, Izumi, suddenly told me that she might get married. She seems to have found a boyfriend, but he hasn't even proposed yet. I think it's a bit premature. As a parent, I know it's strange for me to say this, but my daughter is very considerate. My daughter, who was quite popular since she was a student, never had a boyfriend. However, it seems that things didn't always go well, and my daughter has never mentioned the word marriage before. However, my daughter's boyfriend this time was a little special. My daughter's boyfriend, Ya, is the son of a high-ranking person, although not the president of one of my daughter's business partners. He got the job through eco-recruitment, and when he accompanied his boss to his dismissal, he met my daughter, who was there to greet him. Although he is still a child, it has already been decided that he will be promoted to executive class. To be honest, he is a rich, spoiled brat, which I don't like. Since my daughter lost her father at the age of 2, I have raised her alone, so she has no interest in expensive clothes. As a parent, I want her to be happy, but there is a huge economic gap and they were raised in very different ways. To be honest, I thought that her next relationship would be difficult, but my daughter will never meet such a good man again. I was worried that she would definitely get him. True to his words, her appearance, which had previously favored flashy styles, changed to a more mature and chic one to suit his tastes, and she, who had skillfully reused cheap bags and shoes, now preferred to wear brand-name accessories. It's natural for a woman to want to be liked by the person she likes, but I was worried that her girlishness was disappearing. My daughter's relationship, which I thought would last for 3 months, had lasted for about 6 months, when one day my daughter came to visit me and asked, "Do single parents really leave a bad impression?" What? Why? All of a sudden? Well, today when I was shopping with my boyfriend, there was someone who looked like a single mother, and she said that if he grew up in a house like that, he wouldn't get a proper education, so it was just an experience.
What do you think? You should say, that's just another head full of prejudice. Why don't you just say, you grew up with a single mother too, so I was raised properly? No, I don't want to. If people hate me for saying things like that, then let them hate me. Don't say things like that aren't acting like a man. A man with that much money and a solid family background would be too good for me. I couldn't help but shudder at my daughter's words. It was true that my daughter had neither money nor family background, but I thought she had good points. She was a daughter I was proud of. She didn't need to pretend to be someone else in front of the opposite sex. Men aren't everything. A relationship where you pretend to be someone you're not will only hurt you. Before I could finish saying everything, my daughter said, "Oh well," and left the room. She wasn't the type of girl who would listen to me that much, and she had easily broken up with men who laughed at her single parent in the past. So I thought that even if she couldn't marry someone else, she would eventually find a good partner and live a happy life in her own way. But now that a man with money and a good family background and a promising future had appeared, who seemed like the epitome of good words, my daughter's values gradually shifted to the idea that she had to stick with him in order to have the best married life. I tried to persuade her to change her way of thinking, or rather, I made a big fuss about it many times, but she wouldn't wake up. Then one day, my daughter came home with ache on her leg. When I asked her what happened, she said that she had gotten into a fight with her boyfriend and something was thrown at her. My daughter told me not to worry because she doesn't always get hit, but a man who throws things at people during a fight is not a good person. I couldn't turn a blind eye this time, so I convinced my daughter to break up with that guy. No, but what I said was outrageous. There's no way I'm breaking up with him. He finally proposed to me. When I heard my daughter say this, my mind went blank. They had a fight where something was thrown at him, and then he proposed. When I asked her what she meant, she said that they had made up after the fight and that he proposed to her, so it was fine. My daughter said to leave her alone. There was no way I could just leave her alone. He made up after the fight and proposed to her. It sounds good to say that he was excited, but he's the kind of man who would make a woman who could potentially become his future wife blush. It was the moment I thought I absolutely must not approve of this marriage. By the way, it's no use trying to stop him, so I'm definitely going to make this marriage a success. What are you talking about? I've told you over and over again that he's not that kind of man. Mom won't even recognize him as your father. You don't have to recognize him. If you're single, your in-laws and everyone else will hate you. Mom pretended to be single, so from now on, we'll be strangers. Huh? Didn't you hear? I could tell from what he said that the other family didn't like him. I've made it seem like my parents died when I was a student. What's wrong with that marriage? Single parent, anyone can become a single parent. Why are you being so picky about happiness in such a stubborn, old-fashioned family? After all, it's your mother's fault for not remarrying. If your father was here, he could have been your real father. You brought this on yourself. Even now, I only came to pick up my things. It's already been decided that I'll be living with him. Go dig it up. My daughter said this half-shoutingly, pushing me aside and scurrying up the stairs to get her few belongings. I quickly told her to wait and headed to her room. She's being so persistent. Who I marry is none of your business, Mom. You're still young, so you don't realize how strange that marriage is. Calm down and think about it carefully.
Isn't it Mom who needs to think about it carefully? What do you mean? You don't realize? Well, I guess it's understandable. It's not a shelf that you touch often. What are you talking about? Mom kept it carefully stored in the drawer in the Japanese-style room. Was it about once a month? I sold Dad's wedding ring. By the way, I got the savings that he had hidden in the same drawer. My daughter shows her bottom without any remorse. Why would she do that? If I'm going to date a rich man, I have to improve myself. My salary wasn't enough for his appearance and his birthday present, so I made up for it. How about this? Do you still think your daughter is important to you? I couldn't answer my daughter's question right away. I do care about my daughter, but I can't forgive her for selling one of her wedding rings. Han's savings were only temporarily stored with the intention of putting them in the bank later, so it wasn't a large amount. So I was more shocked that my daughter had become the kind of person who would steal money than that the money had disappeared. My daughter left me dumbfounded, saying, "See you later," in a cold voice and left. To be honest, I thought she was an idiot. She could go anywhere. I don't even know you. But being cut off from the daughter I had worked so hard to raise felt like my body was being torn apart, and I didn't know whether to be angry or sad. I'm sure the world would say that I raised her badly. But she was a really good daughter until she fell in love with that man. For example, are there any parents who can teach their children that they shouldn't marry a man like that and control them accordingly? If they could do that, the divorce rate in the world would be much lower. You might say I'm ignoring my own educational failures, but at that moment, I couldn't help but hate the man who had driven my daughter crazy. I'm sorry. Heavenly Father, I couldn't protect that child properly. It was 10 years later. As usual, I was returning from shopping at a nearby supermarket when I noticed a shadow in front of the entrance. Who could it be? I was surprised when I got closer. There was my daughter standing there. Her belongings were all brand name, but it was definitely my daughter. And next to her was a little boy holding onto her clothes and looking down. You? I muttered without thinking, and my daughter and her mother ran up to me with a smile. What are you doing here? I did it. Don't say that. Please, help me. You're the only one I can rely on. Quote. She came out of nowhere and begged for help, even though I didn't know the circumstances. It was a desperate attempt to put my mind at ease after she left, and I had finally stopped worrying about her disappearance. Then, even though I didn't ask, my daughter started telling me the story of her life over the past 10 years. My daughter got divorced from her husband a while ago. The reason was that after the birth of their child, her husband stopped coming home because he hated the sound of their crying, and he ended up having an affair. She put up with it for a while after finding out about the affair, but it seems that her husband didn't even like children, and he was irritated by the child's every move, causing chaos in the house. Her husband would often throw things and yell at her because he was quick to anger. She tried to ask her parents for help, but they told her that it was her fault for not being able to control Akane's crying at night and that it was a problem with her parenting, and when her husband found out that she had consulted them, he went to bed. This caused the rift between them to grow even deeper, and eventually her husband continued to have affairs, and when his 7th affair was discovered, her daughter decided to get a divorce. My daughter was laughing and telling me such gruesome stories, and I couldn't understand how she felt at the time, so I asked her mercilessly. Then why do I have to be asked for help? I've always told her that this child doesn't have a grandmother. Saying this, my daughter held out a baby boy in front of me. I had a vague idea, but this child must be my grandson.
Well, I suppose so. But the other day, when I happened to run into a classmate while shopping with my child, she said, I saw your mother at the store the other day, and my child couldn't hide the fact that he wanted to see his grandmother. When I asked her to confirm her words, which seemed to be getting no response, she nodded clearly. I see. As a granddaughter, she had been told that her grandmother had passed away, but now her mother's friend has revealed that she is still alive. It's true that you can't tell what other people say. My child also wants to see his grandmother, and my husband's family is in trouble because they found out that he has debts and they're not paying any alimony or child support. It's a good time for my child too. Mom, please come live with us because you think it will save us. Please, Mom. I was a full-time housewife, so I don't have any savings. Life is so hard that I can't even let this child do what he wants. Isn't that sad? Please, just like this. Help me, I'm sorry, but I have no point in joining in on this conversation. If you found out about your husband's affair, why did you settle for being a full-time housewife without even saving any money? Why didn't you just get a job? Well, you see, it's also because of your husband's transition. She was still trying to be liked by her cheating husband. I'm cut off. There's no room for them to be together. My daughter begs me with her hands clasped in front of her face in a light tone that makes me wonder if she's just joking around. This girl has really gone completely wrong since she met that man, no, her ex-husband. I taught her not to get involved with strange men, but maybe I should have taught her not to get too attached to a man she liked. No, honestly, love is something you learn on your own, not from your parents or in class. Oh, I never thought love could drive someone this crazy. I let out a big sigh. And then I made up my mind. If you insist, I'll take in one of your children. I've been wondering about it for a while now. Why does my grandchild wear such tattered clothes? That's right. Unlike my daughter who wears designer clothes, the grandson was wearing clothes that were tattered and tied around his waist. No, children's clothes get worn out easily, the daughter protested, her face twisted. But they're still tattered. The area around the neck is brown and there are holes. I don't think I'll buy him a new one. That's why I can barely feed him. Quote. I don't have that kind of money. I bet you do. If you put all that money into the bag and shoes you have, like when you sold your father's, you could find plenty of clothes like this one. Look, this is something I got from my husband, and I'm leaving the other half behind. You care more about what you got from your ex-husband than your child living comfortably. You don't have the qualifications or ability to raise him. Quote. The daughter fell silent at my words. You're just angry because I didn't do what you said. Don't take it out on me. I've already forgiven you for getting married despite my objections. It's your life, so do what you want. I'm angry at you for always acting like a child. Quote. Oh, I think I understand why your relationships never lasted. I guess you took that stance in front of your lover, thinking that it was natural for a man to support you. What do you mean? My marriage failed because my husband cheated on me. I can't live on because my husband won't pay me alimony. My husband is blaming me for not putting in the effort. My daughter's eyes widened for a moment, but she soon realized that it was true. She blushed and shouted, "What do you know, Mom?" Of course she wouldn't know. Even though she's my daughter's mother, she's never been in a relationship with me. There are women out there who blame everything on men. They say he won't let them have sex with you. He's inconsiderate. They don't even tell you properly. It's annoying. I don't want to hear that from my mother. Oh, I won't say it anymore. I'm a high-ranking inspector. I'll be watching over you from heaven.
When I said that and smiled, my daughter left, saying she shouldn't have come. A month later, she appeared at my doorstep again, rubbing her body against Phelps and saying, "I want you to take care of my child." As a single mother, there is no job that is convenient for her. There is no way she can raise a child alone while working. It seems that she was made to realize this. To be honest, I had thought that this would happen that day when we met again after such a long time. She had always believed that if she had money, she would be happy. She would never have imagined raising a child in poverty. Thinking back on her own childhood, she might have thought that raising a child on her own would be easy, but when she was young, under my protection, she was able to live without any financial difficulties, even though we had little money, because I had always put her first. I thought that if she couldn't put her child first, there was no way she would be able to manage things well in times of poverty. There was no way she would be prepared to make it as a single mother. I told my daughter never to forget that she had abandoned her child, and so I took in the child. No, my grandchild. Let my daughter raise it and suffer. Some people might say that it was my daughter's child. No matter whose child it is, the child is innocent. He is the first grandchild of our blood. It is only natural to want him to live happily in the future. After giving him a thorough lecture, I told my daughter, pay child support, no matter how small, every month. If this child wants it, I will accommodate you too. I believe that children should be free to choose what happens to them in the future. But if the child does not want it, I will understand. This is not for my daughter, but for my grandchild. If my grandchild wants to see his mother, I will help him. In order to do that, my daughter needs to show her sincerity as a parent. That is why I demanded child support. Did my daughter finally realize how harmless she was? She shed tears and said, "I understand." She bowed her head and said, "Please take care of my son." And so I decided not to help my daughter in the future. Aside from child support, we are almost completely estranged, but I will take care of my grandchild and let him visit his mother as he pleases. Then, the day after that first meeting, my grandson Taco was taken in by my family. I still had concerns that she would be confused by being taken in so suddenly and whether I was really the right person to raise her, but I heard that she hadn't been able to eat properly while she was with my daughter. She would sometimes eat only one meal a day, eating the school lunch she had at elementary school. At first, she seemed confused by her grandmother, whom she had just met, but it seemed that she genuinely wanted to see her, and she soon opened up to me. According to my grandson, my daughter was emotionally unstable and would often take it out on her grandson when she was irritated. She was a bit of a pain to deal with, but she thought she didn't like me because I was her mother. So as she grew up, she began to tell me her true feelings, saying that she felt more comfortable being with me. When he was young, he tried to see his mother as much as possible, feeling it was his duty as a child, but the monthly visits became once every 6 months, then only on her birthday, and by the time she graduated from junior high school, they stopped seeing each other altogether. My daughter seemed to understand that this was her own fault and never tried to force her to see her grandson. However, as promised, child support was sent to me every month, and food was occasionally sent to me. It seems that the daughter is trying to face her son in her own way. I don't want to push the Taka family too hard, but it's important to see your mother once in a while. People have a limited lifespan, so when you get older, you don't know how many more times you'll see them. As a result of this advice, the grandson decided to see his mother after graduating from university. The daughter also seems to be reflecting on her actions, and as a former mother who has cut ties with Sayaka, I'm going to pray that this reunion won't be the last. By the way, I paid for the grandson's expenses, so I've saved all the child support from my daughter. I'm also planning to give this to my grandson when he enters the workforce.
After all that's happened, Taka finally became a university student this year, and although he still has a little time left until he becomes a working adult, I feel like I've let him go. It's been a complicated transition, so I was worried that he might go astray at some point, but he's grown up to be a straightforward child. He's currently attending university while volunteering at an animal welfare organization. At first, he said he would go to work part-time to repay the money he had spent raising me, but he was forced to live a hard life due to his parents' circumstances, and while it may have been a good thing in the end, I have no intention of accepting money from him now that he was taken in by his grandmother due to his parents' circumstances. My days have become brighter again because of this child's existence. So I told him that if he was going to earn money, he should use it to make his future life more colorful. But even though he could have chosen to spend it on fun, Taka chose to do what he wanted to do instead, and volunteered at an animal welfare organization. He wants to be a carer. Incidentally, thanks to Takaya's love of animals, we actually have one in our house. The cat Takaya picked up has a face that's cuter than me, the owner, and he always sits on the sofa. It's a battle every morning to decide whether I'll take the sofa or our furry cat, Puda, will take it. It's somehow become much more lively than when I was living with my daughter. Despite all the ups and downs, our house has become much brighter with the addition of a larger family.「私は沙織。大学時代からの交際相手、ひろきとは現在結婚3年目。ひろきはおおらかでのんき。そしてテレビ番組の大食い選手権で決勝に残ったほどの大食漢だ。体重150キロの胃袋は人間の領域を超越していて、お寿司なら100皿、50センチピザなら30枚をペロリ。加えて2リットルのコーラを口直しに10本飲んでもまだ足りないといった表情だ。そんなひろきとの生活はいつも火の車だ。家では軽い食事で済ませてもらっているが、それでも月給20万円のうち18万円は食費。総支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は平均 30% 弱だというのに、我が家はなんと9割超。持ち家なので住宅費はかからないものの、光熱費や通信費など固定費の支払いが滞り、電気や水道を止められようとしたこともしばしば。私の実家から資金援助してもらって何とかやりくりしているのだ。そんな夫の実家は母子家庭。結婚後、義母はアパートで一人暮らしをしている。その義母というのがまた、近所でも有名な大食いなのだ。どんなに食べてもなぜか痩せていて、その食いっぷりはあのひろきが認めるほど。しかも食に対する執着が強く、目の前に出されたものはすべて食べ尽くすのが彼女の流儀だ。ただ食うだけの機械。ひろきは能天気にそう笑うのだった。その義母に呼ばれ、たまにアパートを訪ねる時がある。その食事ときたら、いつも嫁いびりのオンパレード。いらっしゃい。よく来てくれたわね。さあ、座って。義母は夫と私を招くと、まずは椅子に座らせる。義母は立ち位置から笑顔で私を見下すのだが、その視線にはいつも蔑むような冷ややかさがある。まるで大切に育ててきた息子を奪った憎き女をいじめ倒してやろうという殺気さえ感じる。ごめんなさい、沙織さん。二人が遊びに来てくれるというからケーキを買いに行ったのだけど、20個しかなかったのよ。2つの大皿に10ピースずつ盛られ、夫と義母の前に置かれている。私の前には小さな皿が1枚。何度に何かあると思うから自由に食べていいわよ。義母はそう言うけれど、何度は離れにあるし、部屋のどの棚に置いてあるのかわかるわけもない。私は皿を前に愛想笑いを浮かべ、曖昧に相槌を打つしかないのだ。これはいつものことで、焼肉や中華のメインの料理はすべて夫と義母で取り分け、
私には白い皿が1枚置かれるだけ。私は添え物だけでも別に構わないのだが、毎度こんな嫌がらせをされては辟易してしまう。ねえ、ひろき。私にはお皿しか出してくれないんだけど。私は相談してみることにした。夫は私に目もくれず。このケーキあそこの店のでしょ。うまいんだよな。と言いながらむしゃむしゃ食べている。母さんが売ってなかったって言うんだから、しょうがなくないか？いや、私にそれで毎回なくて白いお皿が出てくるのも。私は口を濁すしかなかった。母さん、俺の味覚を分かってくれてるんだよな。うまいんだよな。そんなのんきなところが好きで結婚したのだけど、嫁への配慮が全くない、義母に何の疑問も抱かない無神経さが日増しに嫌になっていった。ある日、晩ご飯に呼ばれた。ピザを頼んだから食べにいらっしゃい。唐揚げもあるし、プチパーティーしましょう。義母からの電話で、夫はウキウキしている。ピザ大好きなんだよな。ハイカロリーなものってどうしてあんなにうまいんだろう。私は添え物としてこしらえたサラダを容器に詰めながら、どうせ私はこのサラダだけ食べて終わるのだろうな。夫と対照的に大きなため息をついた。義母のアパートに着くと、これまで以上の攻撃が待っていた。配達員が5人がかりで運んできたピザは特大サイズ60枚。唐揚げも同じ人数分用意されている。足りるかしら？義母が聞くと、そうだね。お寿司があと20人前ほどあれば完璧だよ。夫は追加注文をお願いした。なんという食欲。呆れて物が言えない。なんとかの大食いってこの人たちのことを言うのよね。私は心の中でつぶやいた。ごめんね。この子が好きだからいっぱい食べさせてあげたいの。一通りメニューが揃うと、義母はやっと私に話しかけてきた。でも、あなたが持ってきたサラダ、足りるはずないでしょ？それに野菜の種類だって、レタスとキュウリ、トマトだけじゃない？嫁いびりの始まりだった。後で義母の姉夫婦も遊びに来るという。その二人の食欲は平均的というが、夫の言う平均だから押して知るべし。ピザの切り分け、唐揚げの盛り付け、その他もろもろ添え物の配膳。押し付けられた準備を一人でこなしている間、夫と義母はテレビを見て大笑いしていた。準備が整ったので二人を呼ぶと。うお、ピザ、唐揚げ、すごいごちそうだ。夫は贅肉のついたお腹をタプタプ揺らして小躍りしている。その傍らで義母は、どうしたのこの配膳の仕方。我が家の流儀をまだ覚えていないのね。怒り心頭の表情だ。わけがわからず沈黙していると、あなたは皿一枚のはず。どうして私たちと同じように食器を並べているの？ときた。もういい。あなたは自分が持ってきたサラダを別の部屋で食べてちょうだい。持っていくのはその皿だけよ。義母の激鱗に触れ、何も言い返すことができず、隣の部屋に移動した。頭がクラクラした。壁の向こうのリビングでは、来客を交え、パーティーが賑やかに続いている。サラダを食べながらテレビを見ていると、喉が渇いた。コーラくらいもらえないかと義母に尋ねると、あら、ここにあるペットボトル2本で品切れ。ごめんなさい。という。仕方なくトイレの水洗タンクの水を飲むことにした。ふと奥の台所に目をやると、未開封の牛乳パックが1本、冷蔵庫の横に置かれている。牛乳はあるじゃない。私はそれを手に取り、飲んでいいかと義母に尋ねた。すると義母は、ああ、牛乳は野良猫の餌なの。ごめんなさい。と言っただけで、また家族の会話に戻った。私にだけ準備をさせておいて、流儀知らずだと罵って。
猫に餌はあげても嫁に与えるものはないってか？もう我慢の限界。目に物を見せてやる。私の体にアドレナリンが充満した。怒りのはけ口を探していたある日、夫と二人でまた義母のアパートを訪れる機会があった。いつものように大量の食べ物を前に嫌がらせを受けていると、ばあばと幼い声がした。玄関にいたのは姪のゆきちゃんだった。まあ、どうしたのゆき？幼稚園帰りなのか、スモックを着たまま玄関に立っている。昨日ばあばと一緒に作った朝顔の折り紙、持って帰るの忘れちゃったの。リビングに目をやると、テレビの前のテーブルに折り紙が2つちょこんと置いてあった。まあまあ、ばあばが気がつかなくてごめんね。義母は私に向けた悪魔のような表情をさっと変え、慈愛に満ちた笑顔を浮かべている。ゆきちゃんはそのまま靴を脱いでリビングにやってきた。そして朝顔に直行し、その赤い方を手に取った。彼女には大事な宝物なのだろう。義母にとっても可愛い孫の頑張った証。ばあばは紫が好きだから、紫は残しておくね。ゆきは赤いのを持っていくね。ゆきちゃんはそれを手に取ってこちらを向いた。あ、おばちゃん、おじちゃん。私たちがそばにいることに気づいた。こんにちはも上手に言えないゆきはとても可愛い。その時私はひらめいた。ねえゆきちゃん、お腹空いている？私の問いかけに振り向いたゆきちゃんは、ペコペコだよ。お腹を押さえて笑顔を見せる。かわいい。そっか。じゃあさ、これからどっちがたくさん食べられるか勝負しない？ちゃんと勝負してくれたら、ゆきちゃんが欲しがっていたお人形買ってあげるね。ほんと？じゃあ勝負する。あ、テーブルに私の好きな食べ物ばっかりあるね。これなら全部食べれちゃうかも。夫の目の前にあるピザと唐揚げ、大盛りのコロッケを見て思わずゆきちゃんのお腹がぐーっとなる。あ、これは俺の。ゆきちゃんにはおせんべいをあげるから、ほら、こっちに来なさい。食い意地の張った夫と義母は、自分が囲い込んだものは孫にすら与えたくないのだろう。目の色を変えて勝負の阻止に出た。でもゆきちゃんは無邪気に、私、唐揚げやピザとかの方が好きだもん。よーし、それじゃあ、位置について、よーい、ドン！私は夫が残していたピザを、ゆきちゃんは義母の皿に乗っていた唐揚げやコロッケを奪い取り、口いっぱいに頬張った。おい、やめろ！私の唐揚げが！夫は私の口に手を突っ込むように唐揚げを奪い取ろうとするが、ゆきちゃんは、勝負の邪魔はダメ！と夫の手をパチンと叩いた。夫はゆきちゃんに叩かれたショックで、唖然。義母は目の前で起きている光景を信じられないといった表情で見ている。10分後、残っていた食卓の料理がすべてなくなってしまった。美味しそうに食後のケーキを頬張るゆきちゃん。俺のピザ、唐揚げ、コロッケはどこに行ってしまったんだ？現実に戻った夫はテーブルの空き皿を呆然と見ている。どこって、そんなの私とゆきちゃんの胃の中に決まってるじゃない。早く食べないあなたが悪いんでしょ？ぼーっとしてちゃダメじゃない。いつまでも私がおとなしくしていると思ったら大間違いだ。あ、そうそう。私が用意したものがまだあるんだった。何を勘違いしたのか、夫が目を輝かせお腹を鳴らしている。私はバッグから緑の線の記入欄がある書類を取り出した。離婚しましょう。え？あの日以来、肌身離さず持ち歩いていた離婚届だ。私の唐突な離婚宣言に義母も夫も目を丸くしている。離婚してください。さらに念押しし、これまでの我慢と不満を一気に吐き出した。私が嫁いびりをされてきたのに、一度もかばいもしない。それどころか、私の分まで食べ尽くすあなたに嫌気がさしたのよ。
あなたが冷蔵庫の中を空にするものだから、毎日のお買い物が大変。あなたの安月給じゃ食費は全然足りないから、私の大切な貯金を切り崩していたのも気づいていないでしょ？すると義母は、私が嫁いびりですって？失礼しちゃうわ。愛する息子に美味しいものをお腹いっぱい食べてもらいたいと思うのは当然のことでしょ？あなたが白い皿で我慢すれば、息子が幸せになれるんだから、妻であるあなたも幸せのはずじゃない。こんな言い回しで反論してきたのだ。私の頭の中が完全に切れた。ふざけるな！私の幸せはそんなところにはない！私の突然の怒声に義母と夫は息を飲んだ。これまでどんなに嫁いびりをされても我慢に我慢を重ねてきた。だが、そんな態度が夫や義母を悪い方向にエスカレートさせたと思うと自分に嫌気もさす。こうなったら徹底的にやってやる。私はおもむろにポケットからスマホを取り出し、嫁いびりされたから離婚する。今すぐ義実家まで来て。と相手に伝えた。高速道路飛ばしていくから待ってな。そして待つこと30分。夫と義母、そして私の激しいバトルが続く中、息を切らせて義実家に乗り込んできたのは我が母だった。私の可愛い娘をいたぶっているのはあんたらか？母の怒声がリビングに響き渡る。母は夫にも負けぬ巨漢。かつて女相撲の横綱として名を馳せ、今は自衛隊で男性隊員に稽古をつける猛者でもある。圧倒的な迫力に道行く人は必ず避けて通るほどだ。思わぬ人物の登場に度肝を抜かれた夫と義母は口をあんぐり開けていた。旦那、あんたのことよ。はい。あまりの迫力に声が裏返る夫。あんたは妻を助けるどころか、一緒になって嫁いびりするとは何事？恥を知りなさい、恥を。ごめんなさい。夫は涙目で謝罪を繰り返した。と、ここで冷静になった我が母。ところで、どんな嫁いびりをされてきたんだい？私はこれまでのことをすべて暴露した。私が黙っているのをいいことに、他人の目の届かないところで嫁いびりをしてきた夫と義母。嫁の私には強気だが、本来は他人の目線を必要以上に気にする臆病者である。それが分かっている私は、猛者である母にご登場を願ったわけだ。私が語るいびりの数々に怒りを募らせる母。その鬼の形相に、夫も義母も額に冷や汗をかき、体を震わせている。私の話を聞き終えた母は、私とゆきちゃんに外で遊んでくるようにと言って、夫と義母と3人で隣の部屋に消えた。そして2時間後。遊園地で遊んだ私とゆきちゃんが義実家に戻ると、夫と義母はどうやら先ほどまで我が母に説教されていたらしく、うつろな目でぐったりしていた。で、娘に何か言うことがあるんじゃない？悪いことしたら何をするんでしたっけ？と母は夫と義母を促す。すみませんでした。二人は私と母の前にひれ伏した。許して欲しければ離婚届にサインしなさい。この先ずーっと私に近づかないと約束するなら許せる日が来るかもね。わかりました。さすが我が母。私と母は顔を見合わせて笑った。ゆきちゃんはテーブルで黙々とケーキを食べていた。離婚から1年。元義母の悪行は我が母の影響力でいろんなところに知れるところとなり、彼女はすっかり嫌われ者になってしまった。うつ状態でホルモンバランスが壊れ、自慢のスレンダーな体が見る間にデブになったという。元夫はというと、私に関わるなと言ったはずなのに、週に一度は復縁要求の LINE を送りつけてくる。いわゆるロミオメールというやつ。嫁さん、今どこにいますか？僕のいない家で寂しくて震えているのではと心配しています。僕は今、実家暮らしです。あなたのいない家はまるで火の消えた仏壇です。
母さんはもう僕の大好きな唐揚げを作ってくれません。また君の料理が食べたいです。君ともう一度やり直したいです。僕にチャンスをください。もう二度と君のおかずは奪いません。母と一緒になって文句を言いません。あなたの言うことを何でも聞きます。帰ってきてください。なんというおぞましさ。気持ちが悪くて吐き気を催してしまった。二度と連絡しないでください。それが私の一番の幸せです。さようなら。そう返信し、元夫からのメールがすべて我が母に転送されるよう設定してスマホを海に投げ捨てた。きっとメールのたびに強烈な説教を受けることだろう。何を隠そう、実は私も退職官なのです。女流大食い選手権にこっそり出場し、唐揚げを20人前食べて準決勝まで進んだ実績。元夫にも元義母にも秘密にしていました。ゆきちゃんと勝負したあの日の食卓には、唐揚げやコロッケ、お寿司がそれぞれ10人前ほど残っていて、それを10分で完食したのでした。ゆきちゃんも5人前ほど食べたようで、将来の大食い女王の素質が大ありです。あの出来事の後、白い皿はすべて捨て去りました。気が向いた時には、唐揚げやピザ、お寿司を10人前ほど用意し、我が母と楽しく食べまくっています。食べ物の恨みは半端ないわよね。元夫と元義母が土下座で謝る姿を思い出すたび、くすっとほくそ笑むのです。